こんにちは、ケイスケです。今日は久しぶりにパリの郊外に向かっています。来週から雨が続いてしまうようなので思い切って出発したんです。ただ出て早々に雨が降ってきてしまいました。天気予報では今日は降らないはずだったんですが、まあ予報は予報なのでこんなもんだと思っています。今ペリフェリックと呼ばれるパリの環状線をブーローニュ市の方に向かって走っています。この正面に見えるのはサッカーのパリ・サンジェルマンのスタジアムです。このペリフェリックからアートレーズという道路に入っていきます。この A というのはオートルートの頭文字の A で、日本でいうところのハイウェイとか高速道路にあたります。フランスのハイウェイは通行料がかかるところもあればかからないところもあって、日本の高速道路よりはかなり安い設定になっています。今パリから南西に約90キロ程度のところにあるシャルトルという町に向かっています。今時刻は夜の19時過ぎです。わざわざ夜に出るのは理由があって、実はお見せしたいものがあって、それが始まるのが夜なんです。この明るさで夜の20時って日本だと想像つかないですよね。日本の道路はとても整備されていますけど、フランスの道路も比較的整備されていてとても走りやすいと思います。広いところでは車線が3つから4つあって、防音壁もあまりないので圧迫感がなくて視界がとてもいいのが特徴です。気づけばいつの間にか雨雲から逃れていました。これぐらい日の光があると気持ちいいですよね。パリよりもかなり明るい感じがします。この時間の日の光は日中に比べれば少し和らいでいるので、直視しても心地いい気がします。今僕が走っている道路は制限速度が110キロなんですが、フランスの速度制限の上限は一番高いところで130キロになっています。ちなみに中央分離帯がない道路の最高速度は一番高いところで90キロに設定されています。フランスは少し郊外に出た瞬間にこんな感じに農地が広がるんです。見渡す限り農地か森になっていますよね。以前もお話ししましたが、フランスの国土面積は日本の約 1.5 倍なんですが、日本の農地は467万ヘクタールで、フランスは現在2800万ヘクタール強が農業活動に利用されているので、日本のほぼ6倍ということになります。ほぼ正面遠くに2つの高い塔があるのが見えますよね。あそこが今日の目的地なんです。この距離から見えるってとてつもなく大きいですよね。この感じの雲だと多分雨は降らないと思います。ということで今車を置いてきました。漠然とですけどパリとは雰囲気が違いますよね。あの橋を渡って市街地に歩いていきます。向こう側にさっきの2つの塔が見えてますよね。ここからでもこの大きさで見えるほどとても大きな大聖堂です。到着する頃にはもう少し暗くなっているかなって思ってましたけど、まだまだ結構明るいですね。少し小高いところに登っていくし、石畳なのでスニーカーがとても快適です。どの町にもその町特有の建物のベースの色と形がありますよね。特に屋根の色と形に現れている感じがします。もう20時を過ぎているので、レストランやカフェ以外はほぼ閉まっていますね。街を縦断する川です。セーヌ川につながっています。時刻が時刻なのであまり人気がありません。中心地に入ればまあまあ人が出ているはずです。この坂道をこのまま登っていきます。この界隈でもこの正面にあるようなコロンバージュ様式の家をよく目にします。まあまあ急な階段ですね。じゃあゆっくり上がっていきましょうか。階段の上から少し見下ろした街の景色です。
大聖堂は丘の上にあるので、まだまだ上の方に登っていきます。これはシャルトルの観光案内所です。もちろんこんな時間ですから、すでに閉まっています。飲食店はまだ開いているので、少し街の雰囲気がわかりますよね。この正面に見えるのがシャルトル大聖堂です。まだ暗くもないし、その前に街を簡単にぐるっと回っていこうと思います。ここはシャルトルのマルシェの会場です。毎週水曜と土曜に開催しているようです。ちなみにこのレギュームというのはフランス語で野菜という意味です。今日はでも綺麗な空ですよね。まあお店は閉まってますけど、ちょっとブラブラして街を徘徊するのも楽しいですよね。同じフランスでも街によって雰囲気が全く変わってきます。パリの印象が強すぎて、フランスとパリをよく同一視してしまいがちですけど、フランスの国の文化は地方の方がよく反映されていると思います。そういう意味では、日本の東京とフランスのパリはとても似ているんじゃないんですかね。このシャルトルにもクマさんがいました。パリで見る家とは全く違う特徴があって面白いですよね。少しだけこの坂を下ってみようと思います。それにしても人気がほとんどありませんよね。この正面に見えるのはシャルトルのサンピエール教会です。この教会もまあまあ大きいですよね。町の大きさは教会の数とその大きさによく現れています。僕は教会の後方を見るのがとても好きです。教会の後方って前方の平面的な物静かな表情とはかなり見栄えが変わって、重厚でどっしりとした雰囲気があります。この教会の左側にある建物は何なんでしょうね。じゃあ町の方に戻ります。あまりにも人がいないとなんか心配になってきますよね。このシャルトルの中心地の人口は4万人ほどで、香水の都と呼ばれています。ボディケアや香水業界に関係する会社が約400社もあるそうです。歩いている時に英語での会話をよく耳にしました。きっとアメリカやイギリスからの観光客かと思います。パリを除くフランスの観光は7月に回復したところも多いようで、場所によっては2019年の実績を上回ったところもあるようです。街の広場に出ました。ここまで来るとさすがに人は少し出ていますね。ようやく人々を目にするようになって少し安心しました。街並みは小綺麗で可愛らしい感じですよね。街中はまた建物の色彩が変わりますね。広場のテラスは人で賑わっています。シャルトルの市庁舎です。修道院孤児院と得て1792年から市庁舎として現在に立っているようです。1944年に火事で被害を受けたようなんですけど、その後1951年に修復されています。このマークでもわかるように歴史的建造物の一つになっています。このガラス張りの建物は市の施設で、中には市民用のプールや文化センターがあるようです。じゃあ大聖堂の方にゆっくり向かいます。人の数がやはりパリとは全く違いますよね。地方に来ると時間の流れもさらにゆったりとした雰囲気になるような気がします。だいぶ暗くなってきましたね。この教会のような建物、1797年から1806年まではシャルトルの劇場だったようで、今は競売所としてオークション会場に使用されているそうなんです。そんな感じには見えないんですけどね。人々が中心地の方に向かっています。ここにもテラス席が出ていますね。ちょっとした広場に出ました。ここにもいくつかのカフェやレストランがテラス席を出しています。
イルミネーションのスタートまであと40分ぐらいです。皆さん食事をしてからイルミネーションを見に行くっていう感じですかね。この夏の期間はイルミネーションの開始時刻は夜の10時半で、夜中の1時まで繰り返し行われます。大聖堂の脇までやってきました。それにしても立派な大聖堂ですよね。この大きさは圧巻です。このシャルトルの大聖堂は1979年に世界遺産として登録されています。とても大きいので、僕の広角レンズをつけたカメラでもこの距離だと画面に収まりません。この先に公園があって、そこから街並みを見渡すことができるんですね。でも今は閉鎖されているようでした。ということで、カメラを持った腕を柵の向こうに伸ばしてみました。この木の向こう側から街を一望できるんです。このイルミネーションは来年の2022年1月1日までやっているそうです。この可愛らしい汽車の形をしたバスはシャルトル市内をゆっくり巡回してくれます。今並んでいるのは夜のイルミネーション巡りを希望する人々です。昼と夜で巡行時間と料金が少し異なるんですね。ここシャルトルを中心としたメトロポールは現在66の地域で構成されていて、その人口は14万人程度と言われています。この大聖堂、竣工したのは1225年ということなので、約800年前に完成した大聖堂です。この奥には美術館と庭園が広がっています。じゃあ行ってみましょうか。ここはシャルトルの主要な美術館で、絵画、デッサン、彫刻、家具などの芸術作品が展示されています。今はコロナのこともあって閉館しているようです。少し喉が渇いてしまったのでカフェに行ってきますね。ということでいかがでしたか？明日もいい日になるといいですよね。それではまた。